はい、ただいま7月28日の朝5時18分です。この動画では草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思います。バックナンバーは再生リストで整理しますので、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また字幕をオンにしていただきますと字幕も見れますのでご活用ください。それでは第8話行ってみましょう。集落存続に向けて指導。中越大震災で壊れてしまった神社の鳥居を修復するにあたって、集落の人たちは池谷集落出身者に寄付を募りました。これが思いのほか寄付金が集まり、また中越大震災復興基金の助成も得て、無事神社の鳥居は修復されました。2007年の夏に鎮守様の竣工式が行われたのですが、その流れで池谷集会所改修の話が進められることになりました。米の倉庫を改修して作られた池谷集会所は、中越大震災の際に建物が傷み、2007年の7月16日に起きた中越沖地震ではついに赤紙が貼られ、危険家屋に分類されてしまいました。集落の人たちが集まる大事な場所ですので、改修は急を要しました。集会所の改修工事には総額約1600万円がかかるという見積もりが出ました。約1000万円は復興基金を活用することで賄えたのですが、残り約600万円は集落の負担が必要でした。6世帯しかない集落で600万円もの負担はとても重いもので、集落の人たちが集まって相談を重ねても妙案は出ませんでした。考えあぐねた結果、大塚商会の創業者である大塚実会長に援助のお願いをしてみようということになりました。大塚会長とは棚田ネットワークの中島先生の計らいですでに面識があり、困ったことがあったら相談に来なさいと以前言われておりました。そこで大塚会長へのお手紙を送るために山本さんと今村さんが文面を考えて、達筆の曽根武さんが清書することになりました。武さんはこの手紙を3日3晩かけてようやく書き上げました。手紙を書いている途中にペンをなめなめ書いていたので、便箋が真っ黒になってしまい、奥さんの井美子さんに失礼だから汚さないでと言われるなど、慣れない手紙を書くのには苦労がありました。そんなこんなで手紙と一緒にお米をつけて大塚会長に送ったところ、こんな美味しいお米を作る集落をなくしてはならないと言って、なんと500万円もの寄付を大塚会長は個人的にしてくださいました。残りの100万円は中山間地直接支払い制度の予算を活用することで無事に工事費用を賄うことができました。中山間地直接支払い制度とは、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域などにおける、この中山間地っていうのは、棚田とかがある山地ですね。こういったところにおける農業生産の維持を図りながら、多面的機能、これはですね、農業っていうのは食べ物を作るだけじゃなくて、土砂崩れを防ぐとかですね、
景観がきれいで心の癒しになるとか、そういった、多面的な機能があると言われているんですが、そういう多面的な機能を確保するために平成12年度から導入された制度のことです。このような形でお手紙をとお米を送ることで、寄付をですね、大塚会長からいただけたんですけれども、実はですね、後になってたけしさんの方に大塚会長から汚れた手紙に感動したというふうに言われたということでした。井美子さんは今になって思えば汚れた手紙だったことで熱意が伝わったんだと思うというふうに感じたそうです。この池谷集会場は大塚会長のお名前の実を取って実池団と命名されました。集落の人は昔から池谷のことを池団と呼んでいました。看板の実池団の文字は大塚会長が直々に書いてくれました。改修にあたっては中越復興市民会議の長崎さんのリードで構造や使い方について何度も集まり議論を深めました。2007年の12月、改修がなった集会場で竣工式が行われました。この竣工式には大塚会長や十日町市長を招待し盛大に行われました。新たな集会所は1階は精米場として、2階は集落の寄り合いや交流イベントでの集落の人たちと都会からの参加者との交流会などに活用されるようになりました。ちょうどですね、この時期2007年の11月から翌年度にわたり十日町市地域おこし実行委員会を事業主体とした震災復興基金の地域復興デザイン策定支援事業の認定を受けました。この取り組みでは外部から3つの団体、この3つはジェンと中越復興市民会議と NPO 法人棚田ネットワークの3つなんですが、この3つの団体のコンサルティングを受けて池谷入山集落が今後目指す方向性と計画づくりについて話し合いが繰り返し行われました。翌2008年4月からは復興基金事務局の指導もあり NPO 法人まちづくり学校にコンサルタントを変更することになりました。担当者として以前からお世話になっていた金子洋二さんと新たに斉藤力さんにお願いすることになりました。2007年11月から2009年1月に池谷で19回のワークショップが開催され、交流イベントや直販、今後の活動方針などについて話し合いました。また先進地視察を3回、講師を招いての学習会も2回と精力的に行いました。先進地として訪問したのは新潟県上越市牧区宇都俣雪太郎大根と宮城県大崎市鳴子の米プロジェクトと新潟県村上市山熊田山北なりわいの里の3カ所でした。地域復興デザイン策定支援事業では成果物として池谷入山地区地域復興デザイン計画が策定されました。作成にあたっては斉藤さんに数えきれないほど集落に通っていただきました。このデザイン計画には地域復興の究極の目的は集落の存続、集落の存続に必要なのは後継者が暮らせる環境を整えることと明記されています。ここに外部からでもいいので人を受け入れて後継者になってもらいたいという方針がはっきりと決まりました。デザイン計画ではその方針のもと仕事収入住居といった
人が住むために必要な環境を作るための具体的な目標設定もなされており、企業の事業計画のようなしっかりとした計画書になっています。そしてこの計画書には具体的に次の3つの大きく3本柱として今後実施していこうということが書かれておりました。その一つが米の直販を本格的に実施するというところです。そして2つ目が都会との交流促進。そして3つ目が後継者育成、定住促進。この3つの柱というのは今までも全くぶれておらず、私が来る直前ぐらいにですね、この計画が、私が来るそうですね2年前ぐらいにですね、この計画ができたわけなんですけれども、私が来てからもですね、この3つの柱をですね、しっかりやっていくという形で今に至っております。おかげさまでお米の直販ではですね、この YouTube をご覧いただいている方からも、たくさんですね、お米をご購入いただいておったりとか、最近ではですねふるさと納税なんかも活用してですね、そちら側経由でお米を買っていただく、そういった方々も増えておりますし、都会との交流という部分ではですね、最近はちょっとコロナ禍でですね、減ってきた部分があるものの、棚田オーナーの方々とは一緒になって田んぼで汗を流して一緒に作業をしながら交流もしておりますし、あと後継者の育成、定住促進という部分ではこれが一番ですね、私が来てからしばらくの間はここが一番比重が高かったんじゃないかなというふうには思うんですけれども、実際に田んぼを集落の人たちから、引き継いでですね耕作する人たちというのが、複数人体制でですね、できるようになってきております。ここまで来るのにですね、なかなか計画を立ててからですねもう10年以上かかって、ようやく今のような状況になってるわけなんですけれども、本当に今があるのはですね、この計画策定が、あったからですね、それを愚直にですねもう十何年もかけてですね、進めてきて、なんとか今やっていっているといった状況になっております。さて、今回は後継者を受け入れるために集落が動き出し計画が作られるまでのことをお話ししました。次回はその後の取り組みについてお話をしていきたいというふうに思います。そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。最後にですね、またこの作業、草刈りの後の、感想をですね、述べさせていただきたいと思いますので、そちらの方もぜひご覧いただければというふうに思います。それではね、ちょっと今しばらく草刈りが終わるまでですね、ちょっと、草刈りの方もご覧いただきたいというふうに思います。どうもありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。やはり2人でやると大変だなと改めて思ってます。でも無事終わったので、急にいいところまで行ったのでよかったと思います。以上です。はい、今日はですね、この新しいちょっと旅で履いたんですけど、これが結構ですね、これちょっと今見えないかもしれないですけど、この新しい旅で履いたんですけど、これがなんかちょっとちっちゃくてつま先がだんだんやってると痛くなってきました。一応踏ん張りやすいのは踏ん張りやすいんですけど、つま先が痛くなったんでちょっと、注意が必要だと思います。あとこのやはりツインモアでやったんで、ここのすごい大きい斜面も結構効率よく刈れたと思います。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとですね終了時刻をいいですよ。終了時刻を取るのを忘れてましたが、戻ってきて、終了時刻はただいま、9時3分です。ちょっと時間かかりました。